毎週水曜日はブーブーラジオ、よろしくお願いします。はい、ということで早速エコーで遊んでみたんですけど、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。ブー太郎です。今日も始まりました第2回目のねブーブーラジオということで、皆さんどうですか？楽しみにしてくれてますか？再生回数はね、あともう少しで、1000回に到達するかなっていう、とこなんですけど、皆さん、第2回目も楽しんでいただけたらと思います。ということでね、じゃあもう早速、今日は、前回の反省を生かしてですね、皆さんの、皆さんからいただいた、質問やお悩み相談、あとはエピソードトークをね、もう早速していこうと思うんですけども、その前にですね、ブーブーラジオといえば、まずは、やはり、乾杯を取りたいかなということで、ブー太郎普段、ほぼほぼお酒を飲まないんですけど、先週もね、お酒を飲んだので、今日もじゃん！ほら、こちら、ウェルチーの贅沢搾りプレミアム。これブドウっていうね。本当に飲まないんですけど、お酒。ちょっと前回に引き続き。そう、これもゆうちゃろうファミリーと旅行行った時にいただいて帰ってきたやつなんで、いつまでも冷蔵庫あっても仕方ないんで。ね。あ、忘れてた。乾杯の音するのね。じゃあ行きましょう。皆さん。あ、ごめんなさい。音が。乾杯しましょう。これ繰り返ししとかないと止まっちゃうんでね。はい。ってことで皆さん、花金、平日カレンダー通りの人はお疲れ様。そして明日から仕事の人は頑張ってこう。いただきます。うまい。ということで、お酒ももちろんなんですが、そちらとね、同時に、はい、こちら、ブー太郎の秘密基地といえば、お菓子もね、お決まりなんですけど、こちら今日のお菓子はですね、皆さん知ってますか？これ、ロイズのチョコなんですけど、ロイズのチョコっていうか、ポテトチップスにチョコレートがコーティングされたやつってあるじゃないですか。で、それの、ロイズが作ってる抹茶味っていうのがあって、で、これなんでブー太郎がこんなもうね、商品を持ってるかっていうと、これ実は会社の先輩がね、北海道に行ってて、そのお土産でいただきました。はい。いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。で、ブー太郎このさ、ポテトチップスにチョコが覆いかぶさったやつって、割と好きなんですよね。なんかちょっと抵抗もあったっちゃあったんですけど、なんだかんだ好きで、で、抹茶が結構さ、なんていうの、年々好きになってるっていうんですか、こういうちょっと渋い感じが。ちょっと開けていきますね。これがさ、すごい。めっちゃ抹茶だ。いくよ、みんな見て。ほら、すごくない？何がすごいかってさ、ただただ緑なんですけど、いただきましょうか。微妙。ASMR としては微妙やけど。うん。甘くない。いいよ。いい。ブー太郎の好きセンサーが働いてる。いい感じに。好きよのセンサーがメーターが上がってってる。うん。美味しいです。甘くない。チョコはやっぱちょっとなんだかんだね、結構甘さがグッてきたイメージなんですよ。このロイズのね、チョコポテトチップスは。抹茶は、ただ抹茶感もそんなめちゃくちゃ強いかって言われると、ほんのり香るかなみたいな。うん。美味しい。でもね、もう抹茶といえばブー太郎はもう結構渋く、もう抹茶といえば抹茶っていう苦さが欲しい人なんで、もっと苦味をつけてくれてもブー太郎は好きかなっていう感じはありますけど、美味しいです。ということでな、これお菓子をつまみながら、お酒も飲みながら、今日はこのね、ラジオ番組、
やっていきたいと思います。で、改めてね、皆さん今回も様々な質問やお悩み相談、エピソードトークなど、何件かね、いただいておりますので、もう今日は早速紹介していこうと思います。はい。でもその前にもう一つ。今日ね、ゆうちゃろうと、仕事終わって花金じゃないですか。で、晩ご飯、家で食べず今日外食行ってきたんですけど、前々からゆうちゃろうが見つけてた、ちょっと新しいね、お好み焼き屋さんを見つけてて、で、今日本当はゆうちゃろうファミリーのマミと一緒にご飯行く予定だったんですけど、なんか接骨院、行くかなんかで、急遽キャンセルになったんで、じゃあその気になってたお好み焼き屋さん行こうよってなって行ってきたんですけど、なんかちょっと広島焼き風でした。関西でも、なんか大体関西焼きが多いんですけど、近くのお好み焼き屋さんって。なんか広島焼き風で生地薄っぺらくとキャベツガーって持ってね、作る感じで、そこホルモンが結構有名で、ホルモン好きじゃないですか、最近もうコリコリ言ってるぐらいなんで、ホルモン焼き、やったんですけど、美味しかったですね。はい。また、リピートしてもいいかなっていう。ただ、なんか、うちでいつも UV クッキングでやってるお好み焼きの方が、ブータローは結構好みだったかもしれないです。失礼かっていうね。いや、でも美味しかったですよ。で、そこで、焼きそば、激辛焼きそば食べたりとか、あと、あれよ、山芋キムチ。山芋キムチって、とあるね、焼肉屋さんの山芋キムチが、ブータローもゆうちゃろもめっちゃ大好きで、で、大体山芋キムチがあったらブータローは頼んでしまうんですけど、今日のとこも美味しいんですけど、やっぱ焼肉屋さんで食べる山芋キムチにやっぱなかなか勝てる店には今出会ってない。美味しかったんやけどね、ちょっと今日のとこは、ごま油多めというか、ちょっとなんかラー油感があったっていうか、そう。その焼肉屋さんの山芋キムチは甘辛いんですよね。そう、ちょうどいいバランスで。あれちょっとみんなに食べてほしいな。そう。で、もう一個は椎茸バターのなんかマヨネーズ焼きみたいなのがあって、椎茸も大好きなんですね。で、もうちょっと引き続きなんですが、そこの焼肉屋さん、同じね、山芋キムチが美味しいって言ってるお店の同じ焼肉屋さんで、焼けるめっちゃ厚切りの肉厚椎茸っていうのがあるんですけど、それもめっちゃ美味しいんですよ。もうシンプルに塩コショウ振ってバターだけなんですけど、めっちゃ肉厚で美味しいんですよ。椎茸にもやっぱちょっと勝てはしなかったけど、今日のは今日でね、それもそれでやっぱ、ちょっとマヨネーズと椎茸っていうのが案外、なんかブータローの中で珍しくって、ちょっと新しい発見でしたね。そう。ということで、今日は、ゆうちゃろとね、一緒に新しい店を久しぶりに発掘して、ちょっと新鮮な気持ちになったんですが、そんな中でね、一つ、食べ物系の話で質問が来てるんですが、マキさん、ブータローは、ミスドなら何が好きっていう、ミスドかーっていうね。正直な話をしていい？これもう本当に、あんまりこういうのをね、全国ネットを使って言うことじゃないのかもしれないけど、そこまでミスドをあんまり、食べないっていうか、期待を超えてこないんですよ。こんなん言ったらね、本当怒られるかもしれないですけど、なんか、想像通り、なんなら想像以下なことが多いというか、豚の中でね、好きな人にいたら本当申し訳ないんですけど、そう、だから、あんまり食べないんですけど、でもその中でももちろん、好きなのがあって、で、ゆうちゃろは結構ミスドは好きで、ブータロと違ってね。で、そんなゆうちゃろが好きなのが、まずポン・デ・リングなんですよ。てか、ポン・デ・リングしかもなんなら食べてるとこ見たことがないんですけど、そう、ブータロポン・デ・リングもね、美味しいよ。もちろん美味しいんですけど、でも別にいいかなってなっちゃって。でもゆうちゃろはもう、一回行ったら3、4個買って行きますね、いつも。で、そんなブータローも好きなのが一個あって、ハニーチュロ。あれの、なんか輪っかになったやつね、みんなも大体知ってる人が多いと思うけど、真ん中が空洞になってて、細長いなんかちょっと、長丸みたいな。なんか長方形の丸バージョンみたいな。なんか長丸言い方あってね。なんかそこにちょっと、くっついてる部分が、ちょっと砂糖の塊でコーティングされてる。この砂糖の塊のこの部分を最後食べるのが好きっていう。
そう。そこにたどり着くまでの周りのなんかおまけみたいなとこは別に対してテンション上がらないんですけど、もうここ密着してるこの愛の塊、ハニーイチローがこう重なっている大事な部分を食べるのは好きですね。あとなんかもう今ないんですけど、パイもあるじゃないですか、ミスドって。で、そこの、パイのメニューの中の、名前忘れたな。なんか、さつまいも系、なんかね、黒ごまポテトパイみたいなのがあったんですよ。名前こんなんじゃないんですけど、もう本当にパイにごまがこう、覆いかぶさってて、中にもうシンプルに芋があるんですけど、あれはめっちゃ好きやった。なんか、美味しかったんですよ。まあ、もともとパリパリ系が好きじゃないですか。この間、昨日か、紹介したシュークリームも、ミルフィーユ系のシュークリームで、そう、とりあえずなんかパリパリしてるのが好きだから、そのパリパリパイに中にこう、芋のね、このホクホク感が、ちょうどいいバランスでね、あれ好きやったですね。まあそうなんですよ。とはなんかやっぱでも、そんなにミスド、どうなんのとかって文句言ってる割には、ちょっと期間限定系には弱くってこの間ゴディバとかさ、辻入りとか、コラボしてるやつはちゃっかり買ってますね。なんだかんだ買ってんのかいっていう感じなんですけど、そうです。だからまあミスド、そうだな、今ある中だったら、ハニーチュロかな、ブー太郎は。ユーチャロはポンデリングっていう感じでございます。はい。失礼な発言、失礼しました。まあそんな感じでね、いろいろ、来てるんですけど、あとはね、先日、歌を歌ってみたをあげまして、ミスターチルドレンさんの印を歌わせていただいたんですけど、まあ、他にもね、第1回目は倖田來未さんのエニータイムも歌わせていただいたんですが、まあ、そういうね、まあ、僕は結構昔から歌が本当に大好きで、聞いてくれて本当にありがとうっていう気持ちなんですけど、まあ、その中で J カックさんっていう方から質問が来てます。ファルセットボイスマニアの私、すごいよね。ファルセットボイスっていつもね、言って褒めてくれてるんですよ、この方、ブー太郎のことを。で、実は地声では全く歌えないらしいです。で、ちょっとなんだっけ、ちょっと待ってね、目がね、ちょっとごめんなさいね、見えなくて。ちょっと頑張ると頭の血管が切れそうになる気がして、どうやったら頭の血管に負担をかからず歌えるでしょうかっていうことで、なんかもう、ブー太郎プロみたいな感じの立ち位置ですごい質問してもらえて、大変恐縮なんですがそんななんか偉そうなアドバイスできるような、技術は持ってないんですけど、ブー太郎って、もうずっと声がコンプレックスっていう、ことを何度か皆さんの前で話したことあると思うんですよ。で、まあ、未だにそこはあるんですけど、でも本当にみんながすごい褒めてくれるから、ブー太郎のことをね。だから、だいぶそのコンプレックスが和らいできてはいるんですけど、で、なんでまあ自分の声がそもそもコンプレックスなのかって言ったら、まあそもそもまあ声質がっていう部分もそうなんですけど、まあ特に歌声ってなった時に、高音が出ないっていう、そのトラウマじゃないけど、自分のこのマイナスポイントですよね。もうそこがずっともう根っこにあったから、まあそれが原因でこう、歌の夢をこの追い続けてる途中で自信がなくなって、こう諦めちゃった理由の一つでもあったんですね。この高音をうまく出せない。これじゃあ、もうライブ、アーティストになるとしたらさ、もちろん2時間ぐらいのライブをいずれ、もしね、売れっ子になったら絶対しなきゃいけないわけじゃないですか。でそうなった時に、ブー太郎無理やと思って。もう、ちょっとした高音を張り上げるだけで、それこそ、この J カックさんみたいに、もう、すごい力が入ってるんやろね。こう、歌う時に。もう、気合で、なんかもうガーって歌おう、声を張り上げて、みたいな感じで歌おうとするから、もう持たないんですよ。体力が。で、もうなんかすごいなって世の中のこう売れてるアーティストさんたちって、なんでこんな長い間、なんかそこまでバテず、もうなんか歌い切るじゃないですか、どの歌手も。ってなった時に、ブー太郎ってやっぱもう、持ってるものが違うんやなみたいな、なんか天性的なもので片付けちゃってて、それをなんか努力でこう補えるもんやっていうことをなんかそこを気づけてなかったんでしょうね。そう。で、ずっと、自分はもう地声が出ない体質なんだって決めつけて、
諦めてたんですよ。で、まあそれこそファルセットでごまかして歌ったりはしてきたけど、なんかやっぱり自分の中で、曲によってはね、その世界観が合う時はあるんですけど、まあそれこそこの間のミスターチュードレンさんの印とかは、やっぱちょっと裏声を使っちゃうと、なんか違うなって豚の中で世界観が思っちゃったりして、そういう時にもほんと今回のね、あの印も何回撮り直したかっていうか、もうほんとあれも満足いってない出来なので、豚の中ではね。そう。もうそれぐらい地声を張るのが苦手だから、これに関してアドバイスすることって本当に、どの口が言ってんのっていう感じになっちゃうので言えないんですけど、まあでも努力はしてきたんですよ。だけど、ここ最近とか、ここ数年。やっぱりなんか歌が好きだから歌を上手くなることに諦めることができなくって、なんかこう、ショート動画とかさ、もう今とか YouTube 便利じゃないですか。何でも、調べたら出てくるから、このボイストレーナーさんの、ごめんなさい、ちょっとメガネしょぼしょぼするんでちょっと吹かしてもらうんですけど、そう、ボイストレーナーさんの、そういうミックスボイスっていうんですか？そう、ミックスボイスとかを勉強してて、そのミックスボイスっていうなんかこの地声と裏声のこの、なんだろう、うまいバランスで出す、こう、技術があるらしいんですけど、ごめんなさいね。今何分喋ってんのかなと思って、もうなんか熱く語りすぎて30分経っとったらどうしようとか思ったんですけど、意外とまだ16分でした。でも、まあちょっと早く終わらせなきゃね。もうちょっと頑張って巻いて喋ろうとは思うんですけど、ついつい熱く語っちゃう。そう。で、まあボイストレーナーさんのやつ見てて、で、楽に出せる方法があるんだ。じゃあ、ふーたろが今までこう、もう喉がこう上がって、張り上げてる。もう出し方自体が間違ってたんやっていうことに気づいたんですよ。だけど、ブータロね、こんなその YouTube で調べる前に、実は過去にその、大阪のとある事務所で、歌をやってた、活動してた時期があってね、その時に歌習ってたので、なんでその時の先生は教えてくれへんかったんやろうなっていうのが、思ってたんですけど、だからその時ってそのミックスボイスっていうワードを知らなかったし、もうひたすらこう地声をどれだけ鍛えるかみたいな、特訓やったイメージなんですよ。もしかしたら先生はそうじゃないよっていうことを教えてくれてたのかもしれないけど、もうブー太郎はもうこう、地声を張って、どれだけこう、音域を上げれるかが勝負なんだみたいな教え方をされてる感覚でいたから、もう絶望に近かったんですよ。もうどんだけ張っても、もうそうが限界みたいな。ドレミファソラシドレミファソこのそうまでが、今ちょっと近所迷惑になるし声が割れるから、晴れないけど、そうまでは出てたんですよ。でもラーとかも絶対出えへんし、もう歌われへんやんって思ってたんですね。まあだけど、そう、ミックスボイスっていう存在をね、ここ数年で知って、まあ頑張って練習してるんですよ。まあだから、ちょっと長くなったけど、J カックさんは多分裏声主流の方だと、ブー太郎に近い声質なのかなと思うんですよね。出し方が。ただもうファルセットは結構自信あるというか、割と高い音を出せるので、なんか最近だからもうちょっともういろいろ喋りたいけど、簡潔に言うと最近、この、あれを、なんていうの、ボイトレっていうか、そう、を知って、結構感覚つかめたなっていうのは、こう声帯を閉じて喉を開くらしいんですよ。で、その状態っていうのが、こう、重音の声、みたいな。これが、こう、声帯が閉まってるけど、こう、音を鳴らせる状態だから、完全に声帯を閉じると人ってこう、喋れないらしいんですね、こう。みたいな。で、この、喋れないようにしてるこの感覚っていうの、これを閉じながら、なんか頑張ってちょっと声を出すみたいな感覚みたいなをなんか鍛えたらこう地声感が強くなるって言われたんですよ。で、逆にファルセットはこう鼻で鳴らすみたいな。みたいな。で、その応用編で、まず地声やったらこう、みたいな。吐いて吸って同じ音をまず出せるから、それをどんどん音を上げていくみたいな。だからやってみると、できてな。
ふーみたいな、わかる？これ、吐いて吸ってを繰り返してるんですよ。で、これブータロ口でやってんけど、次鼻バージョンは、ふーん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 、みたいな。これを練習すると、なんか確かに声が出やすくなったんですよね。そう。なんかここでなんかこう、声のなんて言うんだろうな、体感っていうかの場所が分かったというか、この、なんかヘッドボイスっていうのが多分鼻声に近くて、チェストボイスっていうのがこう地声に近いらしいんですけど、なんかそれぞれのなんかこう軸を、この吐いたり吸ったりで、なんか感覚を最近つかめるようになってきて、まだ声が出るようになったみたいな。どんだけ歌の話してんのって感じ。だから、もう喉がこう上がってて、もうなんかすごい血管が切れそうになってるっていうのは、多分力が入りすぎちゃってるので、力を抜いて、こうひたすら、なんかこう感覚をつかまなきゃいけないんですけど、説明が難しいな。ブータロプロじゃないんでね。頑張りましょう、一緒に。ブータロも今学び中なんで。なんか、諦めなければ前より、昔よりは、なんか歌声に自信持てるようになったんでね。頑張りましょう。何これ？歌メインの回？で、そんな感じで、言ってるんですけど、あとね、そう、この今、ずっとブーブーラジオやってるんですが、マリコさんっていう方が、印象に残っているラジオ番組は何かありますかっていうね、そのパーソナリティの方とか、そういう話、エピソードがあったら聞きたいですっていう。そう、これさ、ラジオを聞く、習慣ってブータロー実はなくって、ただ、小学校の時に、いろんな授業あるじゃん。技術っていう授業があったんですけど、中学校か小学校じゃないな。中学校の時ですね。そう。で、中学校の時に、ラジオを作ったんですよ、みんな。それぞれが。キーをこう、ノコギリとか切ってハンダ付けでこう、なんかいろいろやったりして、できたラジオがあって、それはもう先に、ブータの2個上のお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんがそのラジオを持って帰ってきて、で、ブータローも数年後同じ感じでラジオを作って持って帰るんですけど、よくお兄ちゃんとブータロー、一緒の部屋やったから、よくお兄ちゃんはラジオを聞いてたんですよ、夜。で、そこで聞こえてきてたのが、もうちょっと番組名とか覚えてないんですけど、なんかこう、男女の男の人、女の人一人ずつでこう、曜日ごとにパーソナリティが変わっていく番組で、なんか歌のランキング毎日確か発表されたりとか、なんかこう、それこそ今ブータロがやってるような、なんかこう、お便りとか、なんかお悩みとか、なんかこう、ね、紹介しながら、なんか面白ぺちゃくちゃ喋るみたいな、なんかちょっと結構夜11時とかぐらいからやってたのかな、もう忘れたけど、なんかちょっと遅めの時間にやってた番組があって、なんかそれは、すごいなんか面白かった、聞いてて。うん。あとはなんかね、多分北野誠さんやったかな、お笑い芸人の。なんかあの人がこう芸能人の人のなんか悪口を言ってる番組があって、なんかそれをなんか聞いてたのも覚えてるかな。うん。だからなんかちょっと大した話できないですけど、でもなんかラジオはかかってましたね。うん。以上な感じです。で、あとはですね、そうだな。あと、悩み相談がなんかね、一個あったかな。ないか。悩み相談というか、ちょっと恋愛系で、吉永さん、ブー太郎さんが、好きになった人にされてキュンとすることは何ですかっていう、ことなんですけど、これ難しいね。もういろんなシーンでキュンキュンポイントってあると思うんですけど、そうだな。なんかちょっと不謹慎かもしれないけど、この、好きな人の涙って、なんかちょっと、いい意味でも悪い意味でも、なんかキュンって来ないその好きな人が泣いてるっていうのは、あんまり良くないことなんですけど、ブータロがその、例えばの例で言うと、仕事がね、一回別々になった時に、喧嘩になったことがあって、いろいろお互いがお互いこうすれ違いがあって、で、夜、とあることで大喧嘩して、で、その時にゆうちゃろうが涙をしたんですよ。だから、
そう、涙をする、イコール悲しいことじゃないですか。それって傷ついてとか、その良くないことで泣いてるから。本当は申し訳ない。もちろんその気持ちもあるんですけど、それと同時に、なんかちょっとこう、キュンキュンしちゃったというか、なんか可愛さも感じるっていうの。なんか自分とこう、喧嘩してこう感情ぶつけ合ってなんか泣いてくれてる嬉しさもあるけど、なんかこう、泣き顔ってあんま見ないじゃないですか。で、なんなら普段あんだけツンツンしてるゆうちゃろうですから、みんなわかるでしょ。なんかそんなゆうちゃろうがこう、涙するときってなんか毎度、なんかキュンキュンしちゃうんですよね。でもこれは人によるかも。だからこの今回好きな人をゆうちゃろうに例えたキュンキュンポイントは、なんか涙してる時なんですよね。なんか申し訳ないけど。そう、なんかちょっと悪い気もするけどさ、それって。これが全員に共通するかって言われるとまた違う話になってくるから難しいんですけどね。あとはなんかふとした時になんか自分のなんかことを褒めてくれた時とかはなんかやっぱりなんか密かにキュンキュンしちゃいますよね。あ、見てくれてたんや、ちゃんと。なんか見てくれてるっていうかこう、やっぱ愛を感じるとキュンキュンしますよね。何でも。こう、なんか、独りよがりって悲しいじゃないですか。なんか自分だけが好きなんかな、自分だけが思ってるのかな、みたいな感じじゃなくて、なんか相手もちゃんと、こう、意思疎通じゃないけど、向こうも思ってくれてるんやっていうことに気づけたら、もちろんキュンキュンもしますし、いろんなキュンキュンポイントあるんでね、またキュンキュンポイントとか、こういう話は、また追って話したいですね。皆さんのキュンキュンエピソードもいつか募集して、改めて語れたらなと思います。ありがとうございます。あとはですね、これだね。エインさんかな、なぜフレンチブルドッグの犬種を選んだんですかっていう。フレンチブルドッグはなかなかハードルが高い犬種なのでって。で、つまらなくてすいませんっていうね、ちょっとこう謙虚なお言葉までいただいたんですが、全然つまらなくないですよ。フレンチブルドッグを選んだ理由は、これはもう、ゆうちゃろうが、夢だって言ったんです、ブー太郎に。で、ブー太郎ってもう何度か言ったことあると思うけど、ワンちゃんを飼うことにすごい抵抗があったんですね。理由はもう様々いろいろありますけど、大きく言うと、二つ三つあるんですが、一つはもう単純に、世話をできる自信がなかった。ちゃんと。愛情を持って。その理由を、遡るとちょっと長くなるけど、簡潔に言ったら、ブー太郎が小学校の時に親に、こうね、犬が欲しいって、もうだだこねて買ってもらったんだけど、結構年々こうさ、大きくなってくると、やっぱ友達と遊びたいとか、他のなんかこう、ものになんか興味を持っちゃって、そのワンちゃんを絶対自信を持って、責任持って育てるからお願いって親に頼んで飼った犬やったのに、その責任を放棄したんですよ、ブー太郎は。そう。でそういうトラウマがあるから、なんか、また同じことを繰り返しちゃうんじゃないかなっていう、自分の中で疑念があって、そこに抵抗があった。で、単純に、二つ目は、そうだな、お金とかもかかるし、病気になったその老後とか、大変そうっていう、なんかこう、ちょっとなんか、現実的ななんか嫌な話になるけど、なんかそこを見ちゃったっていうのがあった。で、三つ目は旅行とかに行けなくなる。今ホテルとかもあるし、いくらでもなるんやろうけど、なんかこう、買うんならなんかあんまり旅行行けなくなりそうやなっていう想像が膨らんだりとか、なんかこうマイナスな考えの方が強くて、もう可愛いのはもちろん分かってるんですけど、それ以上に大変っていうイメージが強すぎたから、すごい抵抗があったんですけど、ゆうちゃろうがね、何回もブー太郎を説得してくるわけですよ。で、ブー太郎は聞いたわけ。なんか途中でこう、もうちょっと年いってからでよくないみたいな。そう、もう若かったからさ、買い出したのが、買おうと思った時が。もっとなんか二人きりでいっぱい、なんか旅行とか行きたかったし、なんかこう、犬が間に入ってくることによってなんか二人の時間を邪魔されそうな気がしたブー太郎もいて、もうちょっとこう二人の思い出を作って、なんか老後じゃないけど、落ち着いてからでよくないって言ったんやけど、いや、ゆうくんは、この若い、今のこの若い時に、フレンチブルドッグをこう買うのが夢やねんっていうことを言われた瞬間に、もうダメでしたね。ブー太郎がこのわがままで、ゆうちゃろうのもう夢っていうぐらいですから、これをブー太郎のわがままで
叶えさせへんのは、なんか違うなってなっちゃって、無事ね、ブーを迎え入れたんですよ。そう。まあだからちょっと長くなったけど、簡潔に言うと、ゆうちゃろが、なんかちっちゃい頃からの夢だったらしいです。嘘か本当かわかんないけど、ブー太郎は信じてますけど、でもちょっと疑ってる。ほんまかなみたいな。犬をどうしても飼いたいがためのさ、なんか、うまいこと乗せられたんかなともちょっと思ってはいるんですけど、そう。なんかフレンチブルドッグを、なんかこう、飼うのが夢やったらしくって。そう。そういうことです。なんかね、ブサカワの犬が好きみたいですね。昔パグも飼ってたみたいなんで。なんかフレンチブルドッグっていう犬種が、ゆうちゃろが好きやったみたいです。でも本当にね、書いてらっしゃる通り、結構、繊細というか、フレンチブルドッグって、今まで見てきた犬の中でもすごい、なんかデリケートやし、なんかね、病気もしやすいしさ、なんか大変やなって思いましたね。まあそれぞれの犬種にいろいろね、あると思いますけど、特徴は。フレンチブルドッグってほんと繊細だなと思いました。何時今？もう30分や、これ30分番組なんですよ。これ知ってました皆さん。ということで、やっぱもうね、今回はね、前回の反省を生かして、昨日ね、いただいた、コメント欄の、この質問やお悩み相談、エピソードとか全部読もうと思って、こうね、実はメモ取ってあるんですよ。で、最後ちょっとエピソードトーク紹介しようかな。これちょっとね、見落としてる人がいたらもう本当に大変申し訳ないんですけど、多分、このエピソードトークで最後の方かなと。違うな。合ってる。そうですね。だと思うので、じゃあ最後紹介させていただきます。ひろこさんという方からね、エピソードトークが届きました。3つあるんですけど、そうだな、全部パッと、紹介しようと思うんですけど、この前、車の後ろにムーミン一家のシールかなんかがこう貼ってあったらしいです。で、可愛いと思って、どんな方が運転してるのかなと思い、結構横に並びね、こう期待してたらしいんですよ。どんな人がこのムーミンをこう、可愛がってるんやろみたいなね。でもちょっとわかる、その気持ち。なんかさ、街中でこう走ってる車で結構個性的な車あるじゃん。今回ムーミンやけど、なんかすごいこう、オタクの人、ゲーム好きな、そういう界隈の人が好きそうな、こう、ステッカーっていうの、なんていうの、こう、もう、ガーってなってる、板車って言ったっけ、そういうの。とか通ったら、どんな人が乗ってるのかな、みたいな。やっぱ気になるもんね。あとは、ブタの倖田來未ちゃんが好きやったから、ファンクラブとか入ってた時に、倖田來未ちゃんのファンネームが、倖田組なんですよね。で、倖田組のシールとか貼ってあったら、車にステッカーがあるからさ、貼ってたら、うわ、お仲間や。どんな人乗ってるんやろみたいな。多分そういうノリで、このね、方も気になったと思うんですけど、そしたら多分、ごっついおじさんでしたってことで。ギャップですよね、ギャップ。ある。倖田組の人も大体結構ヤンキー系な人が多かったんですけど、意外となんか、まともな、まともっていうのも失礼だけど、なんかこう、そんなに倖田來未ちゃんが好きそうじゃない人が出てきたりとかもあったし、大体なんかね、ムーミンって言ったらちょっとなんか勝手な、なんか優しそうな人が出てきそうな感じだったけど、結構ごっついおじさんが出てきて、可愛いよね。それはそれでなんかすごい素敵なギャップやなとブトロは思って、ちょっと微笑ましいエピソードやなと思ったけどね。で、もう二つ目が、この頃若い男の子を見てにやける自分がいます。いや、わかります。ブトロもう何回も最近言ってるけど、韓国若手グループ、最近出た、トゥアスっていうね、グループがあるんですけど、もう、本当に可愛いんですよ。なんかもう、年下の男の子っていうもう感じがして、でもコンセプトがちょっと学生服とか、なんかこう、それこそ最近ユーチャロが着てるオーバーオールとか着て、歌ったり、踊ったりしてるから、なんかもうより可愛いんですね、コンセプトが。もう本当に高校生とか大学生とかになんかいそうな感じやから、なんかね、もう見てて、こう、もうかっこいいとかじゃなくて、もう可愛いなんですよ。なんかもう本当に。なんかもう、癒しですよね。なんかキュンキュンではない。なんかもうこう、はぁ、みたいな。癒されるわ、みたいな。もうずっとそのピュアな顔で、これからも歌踊って、楽しんでねっていう、なんかこう、親目線みたいな感じで見ちゃうので、ちょっと年いったんかなと思って。なんかやっぱり、自分がまだ20代ぐらいの頃は、若い子見ても、なんかちょっとライバルじゃないけど、自分よりちょっと若いんや、みたいな。なんかさ
変な敵対視じゃないけど、こう意識してたけど、もう最近はただただ可愛いなって思うようになりましたね。はい。で、3つ目ですね。電話があり、話が盛り上がるが誰と思いながら話す。そんなことありますか？だから電話をしてて、盛り上がってるわけですよ。だけど誰か分かってない。ブー太郎そんな経験あるかな？で、電話終わっても誰か分からない私が未だにいると。怖くない？大体分かるじゃん。なんかこう、話し終わって、携帯番号を確認して、あ、この人やったんや、みたいな。未だに多分分かってないんでしょ。結構怖くない？で、なんで話が盛り上がれたのかも、またこれなんか七不思議みたいな感じで、どういう話で盛り上がってたんやろみたいな。なんかいろいろ気になる話すぎるんですけど、そんなことは過去にあったかな？いや、なんか無理かも。誰か分からへんのに、話分からん。その経験がなさすぎて、結構特殊やなと思って。よく合わせれたなと思って。なんかでも絶対知ってる人なんでしょうね。声とかこのなんかテンション感とか、喋ってる内容、お友達が多い方なのかもしれないですね。もうブー太郎みたいにこうお友達が少なかったらさ、もう大体見当つくわけでしょ。うん。でも多分、すごい人気者の方なんですよ、多分。だから、あれ、誰ってなったのかな。なんか面白いね。世の中、いろんな方がいるなと思うんですけど。そんな感じで、もう、今回はですね、昨日募集いただいた、ブー太郎が目にした中では一応全部拾えたかなと思ってるので、ご協力いただいた方、今回もありがとうございました。ちょっとね、第1回目で、こういただいた質問とか、お悩み相談とか、エピソードトーク、拾えないままなんですけど、ちょっとね、その方には本当申し訳ないんですが、またね、このラジオ番組好評でしたら、第3回も、引き続き、また金曜日に、こんな感じでやっていきたいと思ってますので、また感想の方、今日のコメント欄に書いていただけたらと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。いやー、また30分超えちゃってね、長い、動画になっちゃって申し訳ないんですけど、これからも30分前後で、こちらのね、ブーブーラジオやっていきたいと思います。ではでは、皆さん、良い週末を。明日は、親と会ってきます。バイバーイ。おやすみ。あ、間違えた。終わり方。これじゃないよね。最後は。これで終わらないと。はい、これ。今日は第1回目よりなんか2回目の方がラジオ、上手くなってなきゃいけないのになんか今日は前回より下手になった気がする。はい、さよなら。